9秒で KO されちゃうんだよね、私。自分の中で悔しくて、あ、俺このままじゃダメだって思って大切にするようになったっていうか。どうも、格闘家の三上ヘンリー大地です。はい、今日はターニングポイントになった試合3戦。1戦目、これ剣道の時の試合なんですけど、私が中学校2年生、いや3年生かな、3年生の春にやった一番最初の大会で1個下の子に負けたんですよね。剣道、中学校から始めて、で3年間やってはいたもの、3年間2年間かやってはいたものの、割と結構適当というか、全然熱を入れてなかったんですよね。で、あんまり本気で取り組んでなかったんですけど、その1個下のやつに負けた時にすごい自分の中で悔しくて、でそこから毎日朝5時からおじいちゃん先生方が集まる稽古会があるんですけど、そこの稽古会に行って、で夕方学校が終わった後に剣道部で練習をして、でその後に、道場、町の道場に行ってで1日3部練ですよね。平日で土日とかは2部練毎日しててってやるようになったんですよね。でそしたらその1個下に負けた私が夏にはもう中大連で県大会3位だったかな、中学校の頃は。でも全然ダメだった私が県大会3位まで結果残せて、でそれで剣道の推薦を北海道まで持ってってもらえたんで、そこの試合がなかったら今の私はないのかなっていうふうに思ってますね。はい、これが1戦目かなっていう、負けた試合が。はい、2戦目は高校2年生の冬だったっけなに全国から全国の高校が集まってオープン大会っていう大会が、要は地元、例えば47都府県各都道府県で予選会をして、で全国大会とか関東大会とかってなるのは中大連のインターハイとかその選抜なんですけど、予選会を通過せずにそのまんま大会にエントリーできる大会もあるんですよね。それがオープン戦で、そのオープン戦が2つあって、開成期っていうオープン戦と玉龍期っていうオープン戦があって、玉龍期っていうのは結構福岡でやる試合なんですけど、玉龍期っていうのは結構福岡では名物の大会で、もう一番レベルの高いオープン戦なんですよね。で、私がターニングポイントとして挙げたいのは開成期の方ですね。開成期は秋田である大会で、インターハイに出るようなチームは絶対出てきますね、開成期は。玉龍期のすごいところは九州とかあそこら辺のインターハイに出るやつらに負けた高校とかでもすごい強いんですよ、九州って。そうだからそういうやつらとも当たるから、玉龍期っていうのは非常にレベル高いんですね、福岡でやるんで。でも開成期はそこの九州のやつらのマニアックなやつら出てこないんで、だから玉龍期よりかはちょっとレベルは落ちるんですけど、でもインターハイとか選抜に出る常連校みたいなのは出てくるような大会なんですよね。でだからレベルが低い大会なわけではなくて、普通に全国レベルの大会で、そこの大会で私たち、3位になったんですよね。でその3位になるにあたって福大大濠高校っていうのがあって、この大濠高校っていうのはかなり強い高校なんですよね。開成期も玉龍期も抜き戦なんですよね。他の大会は5人試合したら5人でバンと試合するんですけど、抜き戦は1人勝ったら、例えばこいつがこいつに勝ったら次こいつとやるみたいな。だから1人めちゃくちゃ強いやつがいれば5人全員倒せるみたいなような試合なんですよ。で私抜き戦で大将をやったんですよね。
7回戦とか6回戦とかの試合の時に福大大濠高校に当たって、でそこが、みんな強いんですよね。で私が大将なんですけど、大将の状態で中堅の子から回ってきたんですよね。相手は中堅で私は大将なんですよ。だからその試合勝つには3人に勝たないといけないんですね。で福大大濠はめちゃくちゃ強いんで、一人一人強いから、だから全国レベルのやつを3人相手にして勝たないとその試合勝てないっていう試合だったんですよ。そこで私3人に勝ったんですよね。3人に勝って準々決勝行って、で準々決勝は秋田南だったかなとやって、それも勝って、で、準決勝行って、準決勝で九州学院高校っていうめちゃくちゃ強い高校があるんですけど、そこでもうやられちゃって、その大会3位で終わるんですけど、でもその福大大濠に勝ったそこの試合はすごく自分の中では自信になったので、進路を決める、まだ2年生の冬だったんで、トップレベルの人が集まる中央大学にから推薦が来た時に自信を持って、私中央大学行きますっていうふうに言えたきっかけになった試合でしたね。そういった猛者たちを倒すことができた。そうそうですね。それで俺もちょっと剣道頑張れるかもなっていうふうに思えたかなっていう感じですね。3戦目は格闘技で、これ MMA のアマチュアの試合なんですけど、2021年の12月19でやった、それこそ X ファイトのアマチュアの試合で対アンディ・コング戦ですね。アンディ・コング戦、これ9秒で KO されちゃうんですね、私。でそれまでキックボクシングで、負けたことはなかったんですよね。で全部勝ちもほとんど KO で やらせてもらってたんですけど、だから割と自分の中ではなんていうのかな、おごりというか、俺はもういけるわみたいな、結構自信があったんですよね。で試合でバックハンドブローからのフック、バックハンドかわしたというフックでやられて、でそれでもうおしまいだったんですけど、そこですごい気持ちに対する試合に対する気持ちの向け方というか作り方みたいなのをすごい考えさせられましたね。俺このままじゃダメだって思って、でそこからはすごい気持ちをすごい大切にするようになったっていうか、もちろん技術とかフィジカルを大切にするのはもちろんなんですけど、それ以上に試合に臨む時のメンタルをどうやって持っていくのかとか、大切にするべきなのかとか、作り上げていくべきなのかっていうのをすごい意識するようになったきっかけになりましたね、その試合は。だから本当にありがたいですね。あれがなかったらプロのリングで敗北とかあったかもしれないので、悔しさはアマチュアの状態で、アマチュアの MMA の状態で悔しさを味わえたのすごいいいことだった。試合の前まではやっぱり調子乗ってた部分があった。調子乗ってたっていうよりかは、そこまでメンタルを重要視してなかった感じですね。技術とフィジカルとかのばっかに気を取られた感じですね。でもそこで剣道をやってきたのにメンタルはどうなんだみたいな話になるんですけど、でも実際剣道を競技としてやってると、そこまでメンタルと向き合う時間があんまりなかったんですよね。結構こういう時はこうやって打てとか、打ち方はこうしろとか、どうやって竹刀の振りを速くするんだとか、そういうことばっか考えてて、どうやって試合で本領を発揮できるんだろうとかっていう思考では練習とか試合に臨んでなかったんですよね。でもそこで負けて、で今までの剣道の試合とかも振り返った時に、先生から教わってた言葉とかを振り返った時に、先生ってこういうこと言ってたんだっていうのにパッと気づいて、剣道の先生はもう常にやっぱ精神論をずっと言うわけですよ。でそれに対して「いやいいみたいな、フィジカルと技術だからみたいなずっと考えてたんですけど、そこで負けた時にこういうことなんだってすごい気づかされたというか、だから試合前の表情とか試合中の表情とかも
おそらくそれを機に、映像とかを確認するとそれ以降は結構表情が変わったように感じますね、自分の中では。はい、それまでは結構もうお遊びの延長線上みたいな表情してるんですけど、それ以降は本当になんか今からマジでお互いにこれからの選手生活をかけた試合に臨むんだなっていうようなこう表情をしてるんで、そこはすごい、変わりましたね。試合に臨む前のマインドの作り方っていうのも違いますね。はい。だから言葉で理解してた言葉で自分の中で知識にあったものが本当に心で理解できたっていうか、例えばその柳生新影流の標本家電書っていう本があるんですけど、その中でなんか自分の道場の中で相手と試合をするときに外で泣いてる小鳥の声が聞こえるような精神状態で試合をしろみたいなことを言ってて、私それを勘違いしてたんですよね。だから余裕な気持ちでもってやればいいんだなっていうふうに思ってたんですよ。違うくて、常に練習の時からもう真剣にもう向き合って、だから真剣に練習も向き合って試合の時のメンタルでやれば試合も練習と同じような気持ちで臨めるだろうっていうことじゃないですか。だからやっぱ経験がないとなんか人間って本当に心から学ぶことはできないんだなって思いましたね。いくらいろんな知識詰め込んだりこういう時はああする、どうした方がいいとかそういうの詰め込んだとしても、いざその場で苦しみを味わわないと学べないのかなってすごい思いましたね。じゃあこんな感じですが、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。締めを松本湾が言えばいいじゃないですか。じゃあ以上ありがとうございましたみたいな。じゃあ私がありがとうございましたでエンディングに入る。